突然ですが、皆さんは会社で雑用係になってしまったという経験はありますか？例えば、社長のコーヒーを組む係や書類を取引先にファックスする係などがあるだろう。今回、イッチはマグカップ係と呼ばれる係になったそうだがどんな係なのか気になったスレの住民もいるのではないのだろうか？マグカップ係とは一体どんな仕事をしているのだろうか？すまぬ。なんやねんその係。マグカップ係って何するんや。マグカップを洗う係や。なんと、マグカップを洗う係だそうだ。こんなことをイッチは一生やっているのだろうか？仕事できなさそう。マグカップ係ではヘマしてないで。今のところ。ヘマしたからマグカップ係なんやろ。確かにずっとマグカップ係をしているのは明らかにおかしい。仕事で何かミスなどをしたから、マグカップ係をやらされたのは間違いない。まあそれはある。もともと玄関マットを並べる係もやってた。いじめやろ、何やらかしたらその係クビになるんや。表裏間違えた。なんと、一番やってはいけないことをやってしまっていたのだ。これめっちゃ面白い。どうやって間違えるんや。バカすぎやろこいつ。草生える。今年一番草生えた。なんか昔そういうのいたわ。仕事なくて自主的に雑用やって時間潰してるやつ。まあ、マグカップ係になった経緯がどうであれ、クビにならなかっただけマシだろう。普通はミスをしただけでクビにしてしまう企業も多いと思う。障害者枠じゃないのか？バリバリの大卒やぞ。悲しくなるからもう何も言わんでいい。このマグカップは誰々さんのってちゃんと覚えなあかんのやぞ。普通の会社の若手は自分の仕事しつつそこら辺までこなすんだぞ。一日中マグカップ洗うんや。エアコンの温度設定係もやってたけど最近クビになった。今はマグカップ全般やっとる。これクビって何したんや。間違って冷房にしてた。普通、冷房と暖房を間違えてしまうものだろうか？草。ワイも真夏に暖房かけてキレられたわ。あるあるなんやな、安心したわ。草。さすがに草。よくあることらしいが二度もクビになってしまっている一致。まさに、波乱万丈な人生である。だからといって安心していていいものなのか？誘惑ってなんや？悲しい。なんやマグカップ全般って。終了したらデスクのマグカップ集める。洗う、使用前に並べる。これでワンセットや。それ以外の時間は何やってんねん。いろいろや。ねじりっこまっすぐにしたり。それって誰よりも早く職場行って帰るのは誰よりも遅いってこと？ニートなんジェイミンにはわからんだろうが地味にきついじゃねえか。わかってくれるのは君だけや。エアプにはわからんよな。いろいろ大変なんや。ねじりっこってなんやねん。ケーブルとか縛るやつやで。なんのやねん。常識やろ。ねじりっこは。ねじりっこ、またの名をねじラーとは、針金にビニールが巻いてありねじるだけで、ビニールをまとめることができる便利な道具のことである。マグカップ係になるために大学入ったんか。嘘じゃなかったら悲しすぎる。悩み深。エアコン係は結構難しいやろ。ワイの会社にもポスト見に行ったり郵便受け取るだけのやつおるけど使いようがないから回されてんだよな。そういうやつってなんでクビにならんの？そらクビって簡単にできないからやろ。能力不足でクビなんてそうそうできんで。終身雇用制度の闇。シュレッダー係クビになったやついて草生えたわ。どうやったらクビになるんだよ。そら資料パクって横流しよ。横で打ち合わせしてるときシュレッダーしまくってクビになった。想像したらクビになって当然やな。住民たちは一致と似た体験談を語り始める。肝心の誘惑に話が進まなくて草。レス見てると仕事できないのわかるわ。Y の会社のシュレッダー係はバカにできんかったわ。今月は80時間分も作業あるって嘆いてたし。一枚一枚確認する時間なし。重要書類が紛れ込むと連帯で始末書。男の追い出しが伝書鳩なら女の追い出しはシュレッダー係や。シュレッダーするだけのいじめとか聞いたけどあれ普通に時間かかるよな。誰かやらないかんし。Y の会社にも複合機の消耗品補充係おるわ。備品の補充やら整備とマグカップ係一緒にしたらあかんやろ。なんなら補充の方は会社によっちゃそれ用の採用あるやろし。いや同じ障害者枠じゃん。メーカーの人間じゃなくて社内の人間が補充係やってるんやで。コンビニで売ってるプラケースに入ってるサンドイッチの上にパセリを乗せる仕事。ちぎって乗せるだけ。序盤に多めに乗せすぎて終盤はパセリがなくなって、社員の人に聞いたら、商品のラベル見て。パセリって書いてないから、乗せなくてもよし。って言われた。乗せなくてもいい仕事。これ好き。軽く文才を感じる。文才すごいよな。ねじりっことかどうでもいいから誘惑ってなんだよ。こういうの見ると世の中はほんまに人手不足なのかと思う。確かに、現代日本は少子化と高齢化。さらに、いわゆるブラック企業や若者の自丸などの社会問題などで、人手不足の企業が多いのが問題である。一致、Y の会社に来ないか？現状よりもたくさんのマグカップが君を待っているで。マグカップがやりたいわけじゃない。手が冷たくなるし。Y も無能認定されて雑用だけしてたい。精神的に耐えられんで。確かに楽な仕事であるが、それをやっている身からしたら
単純作業であったとしても決して楽なものではないのかもしれない。ワイもこんな仕事したいわ。メンタルだけは自信あるから一生この仕事で仕様と終了にマグカップいじるやつに月20万も払わなきゃならないって会社かわいそうやな。嘘であってほしい。現実にこんな人間がいたら悲しすぎる。マグカップめっちゃあるで。30個ぐらい。3分でマスターできそうな仕事やな。そんなの10部で終わるやろ。一生ねじりっこまっすぐにしとけ。ねじりっこドリル携帯のまま渡したるぞ。ええんか。社会って厳しいんやな。ちなみに無能ならマグカップ落として割るやろ。ワイもその仕事やりたい。シャムさん感あってええね。無能と無能じゃないの違いって本当なんやろな。一期ほどじゃないけど新卒で入った会社では散々無能扱いされてその後ベンチャーに転職したらそこそこやれたのに、今大企業に転職したら地味に無能発揮してるわ。無能マグカップ係ですらうまくできなさそう。マグカップ係って別に一日中それやってるわけじゃなくて通常業務とは別にそれもやってるだけだろ。ゴミ捨て係とか消灯係とかあるやん。確かに通常業務のついでに一致がやっている可能性は十分に考えられそうだ。そのマグカップ係で一致は月いくらお給料もろてんの？ 15万ぐらい。草。微妙やな。楽な仕事で食う飯はうまいか？ねじりっこでマウントは草。Y 障害者枠やけど一致なんかよりよっぽど重要な仕事任されてるぞ。社内のネットインフラ保守と、導入するソフト決めてるし、障害者枠バカにすんな。Y もマグカップ並べるから給与15万プラスしてほしいわ。ボーナスあるから月20万ぐらいいくと思う。そういう時は年収で答えるんやで。年収はわからん。1年経ってない。いつから仕事してんねん。5月で1年やな。なんと、入社してたったの1年だそうだ。源泉徴収票もらってないのか？何やねんそれ、給与明細ならもらってるで。草。マグカップ歴は？最近やで、11月ぐらい。まだ研修期間やん。こんなゴミカスでも大学卒業できるとかすげえな。新人社員一致、マグカップやマットといった雑用をされるのは何か研修期間中にしくじってしまったからだろう。わからんけど。が、当の本人には何かしくじってしまったという自覚はない。何がわからんけどや、お前は自分の給与も把握しとらんのか。給与明細はあるけど年収はわからん。いい加減誘惑の正体を教えろ。源泉徴収票もらうやろ。1年後にもらうんか？去年あんたこれだけ稼いだぞってもらうんや。ある仕事を始めて1年経ってなくても2018年の1年間に個人がいくら稼いだかの書類を12月にもらうんやで。年末調整の後に渡されるんやで。は？年末調整はなんか書いたけど紙会社にあげちゃったわ。その後もらうやろ。そらそうやろその後もらうねん。草。そら年末調整の書類は提出するやろ。何言うてるかわからんぞ。一致は新人ゆえか年末調整の書類が何か、わからなかったのだろう。一致よ、一人で困ったことを抱え込まず自ら率先して上司へ聞きに行くことが立派な社会人になる。いつまでも甘えてなんかいないで自分から行動しよう。会社で雑談する相手とかおるんか一致。正直Yもこれ笑えんくらい最近入社したとこで無能認定されそうやからきついわ。言うてマグカップにしろシュレッダーにしろこういうやつがおらんと会社は回らんけどな。うちのとこは20年くらいトイレのティッシュの先を三角にする係の人おったけどみんなん好かれてたし。汚いから勘弁。一番下がいる安心感やろな。トイレットペーパーが三角じゃないだけで回らなくなる会社は草。狙いすぎ。会社にとってはわからんけどマグカップにとっては重要やろ。行き場に迷うマグカップで溢れるで。ねじりっこってこれのことやな。草。使い捨て品をまっすぐにする必要ある？このスレ見てると正社員ってなかなか首切られないんやな。でも容赦なく辞めさせようとしてくるで、それに耐えられる精神力が必要や。実際、君来週からマグカップ洗って並べる仕事ね。営業？ああこっちでやっとくから君はマグカップに集中してね。とか言われるともう退職覚悟よな。ワイウッキウッキでマグカップ洗って並べるわ。ワイもそんな仕事したいわ。楽すぎやろ。こいつがいなくなっても第2第3の一致が出てくるんや。一致の次に仕事できんやつは戦々恐々やで。ガチで教えてくれ。年末調整で紙もらう、書いて出す。その後にもらうのが年収表で、Y はそれもらってないってことか？ペーパーレスでウェブ版しかないけど気づいてないからもらってないと思ってるとか？とりあえずググってみるわ。3月。ググるという知能はあるんやな。ちょっと安心した。銀行の残高もウェブで見てるで。それは間違いなく大卒やな。誇っていいで。誇らしそうで草。ようやく住民たちも一致が本当に大卒であったのという事実を認めるようになってきた。どんだけ誘惑が何か気になっとんねん。楽そうな仕事でええやん。親に相談した方がええかな。何興奮しとんねん。まず親に相談すべきはお前の業務内容やろ。ここで親が出てくるのが無能っぽい。会社のことを真っ先に相談すべきなのは親ではなく上司か人事だ。何を勘違いしているのか？普通上長か人事に相談するよね。唐突な興奮で草。で草。まあええか。設定が秀逸すぎるやろ。
切り替え早くて草。中途半端に仕事任せるとこうなるからな。結局誘惑はなんやねん。わい底辺プログラマー、こんな奴と月収大して変わらんと思うと死にたくなる。人を介する心優しいモンスター定期。なんか楽しそうに生きてて羨ましいわ。退職時に必要なんか？じゃあいらんか。せやで。ようすれやんけ。今時こんな愛嬌のある一致おらんで。今回のスレ、いかがだっただろうか？会社でマグカップ係というマグカップ洗いの仕事をしている一致。どうしてこうなってしまったのか蓋を開けてみたら想像を絶する新人社員、一致の波乱万丈な物語があった。頑張れ一致。この先、生きていればいずれきっと、君も報われる時が来る。